緑。ほらこうやってやっていくとレタスになる。ほらパッ、ちょっと色が薄いかもとパラパラ。ほらでこれギュギュギュッとサラミソーセージ。ほらはい、マグロの握り。老細工をここのエビの天ぷら、ほら見て、エビの尻尾だけ売っとる。こうやって大きいのとちっちゃいの。ほら最初はこんな感じで、これをこうやって丸めていくと、ここに刺すとエビになる。こうやって赤色を塗る場合と2種類作ってあげるわ。こういう感じ。カンプレアはこれを知っとるかどうかはわからんけど、赤がない場合のエビの天ぷら、こんな感じ。方向性、心強い言葉色のない場合からいくか。上からこうやってね、色のない場合これをここにで、もう一度上からかけて、でこれをくりくりくりと丸めていくね。でこんな感じ。これが色のない場合な、作りをしてもすごい変わってくるっていうの、他の人は知らないと思うんだ。なんでやろうっていう。これこうやって入れる。ほら色のある場合、ちょっとこの辺取ってない場合、どっちが美味しそうに見える？尻尾取ってしまえいいかてん。はい、ほら最初は白から始まるね。黄色いく、その次に緑、そうするとほらこうやってやっていくとレタスになる。ワンスモーはい、白、黄色、緑でズズズズズズズっと、はい、
こういうふうにきれいに丸めに。はい。ほら。パッ。こんな感じ。でこうやってやってキャベツね。シュッ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 。ほら。人参のつもり。これきゅうりのつもり。コーンも入れようか。熱い。本当はこういうやり方じゃなくてもっとモロコシとトウモロコシ出るかな、きれいに。白で黄色少しで、さっきのコーンでこうやってこうやってのっける。はい、見えてきた。卵をこうやって置こう。で焼くんだよ。こうやったら焼ける。ほら。で白身。こうやって焼く。そうするとこんなのね、焼き色をつける。ちょっと色が悪いけど、ちょっと黒いけど。でこれをこうやってほら、だし巻き卵。いや、ほら、ちょっとなんとなくこんなもんか。もう一度切る。もう一度切る。でこいつをこうやって切ってハート型にする。ここ入れようか。丸める。ぺっちゃんこです。で卵をのっける。少し置く。でこれを下からつまんで入れる。で透明のろうを上から流してやる。で焼く。焼き色をつける。ちょっとほら、ほら、これ肉の白い部分を
パラパラにする。ちょっと色が薄いかもわからないよ。肉のいくとパラパラ。これが色の沈みが早いな今日。ほらほらほらでこれギュギュギュッといくよ。こうすると肉が立つんですよ。何ができると思う？何ができると思う？さっきと同じやり方。こんなやつ。サラミソーセージ。まあこっからいっか。今イカだよこれ。イカのこれやり方だとマグロがってできることはないかもわかんない。イカじゃない。ほらこういうイカ寿司。わさびをちょっと垂らしてる。少し縮める。ビントロマグロ。これだって本当はもっとマグロだからもっと分厚い。ネタの配置をはい、マグロの握り。これ海外より
夜学行っとったよ。ほら今日はあんまり料理してなくてもできちゃう。メロンをのっけて開くか。止める。アイスクリームこんな感じ。出来上がり。まず最初にシロップ、これ下用のシロップね。蓋を取ってここに出します。はい、プチッといったら終わりですね。ぼかしを入れます。で2回目に残ったシロップをラインに置いていきます。真ん中のラインね、こんな感じ。これコーキング材料で思いっきりグーで1回もうちょっと、あと少し、これぐらい外から見えるように作ることね。外から見えるように作ってください。1回2回ほど、もう一度今度はこんな感じ。一番美味しそうに見えるところを正面にする。点印で向こうが上がるような格好で思いっきりグーしてこっち側に引っ張る。同じようにこっち側に引っ張る。刺していちごを乗っけてパラパラパラっとうまくバランスよく、ほら上手に垂らすね。お土産にしてください。今日は本当にお疲れさんでした。
で、印刷です。これはどんなのかというと、こうやって切ります。で、これで。これが裏面ですね。これで3つ分けて、最初はダメなんで。黒のインクをのせる。これでいいんです。で、ここに貼って、多分これ出たら、これで、もうセット。まずは、これで印刷。印刷です。これ今裏終わりました。
どこあるみたいな。こういう色なしみこと、剥がします。工作音な。うちのフォロワーがみんな見ると思う。多分。すらなあかんねんけど、とりあえずこれ分ける。よし。で、これを1、2、まだいけるか。何回もなんか色変えるごとにこう置いて。ジャパニーズスタイル。これね。
ですか。機械は怖いもんな。明日のたこ屋さんのお仕事です。インコ落とす。これでインスタグラマーでなんかお金もらってるのか。どうかどうか。これ赤です。無理。ギリかな。名刺が終わります。だから病院のホスピタルアート、世の中に恩返ししたい。ここまで来れたのはみんな人のおかげでやっていただけたから、今度は自分がなんていうの返さなあかんっていうのが自分の使命やと。自分が作ってる作品で世の中を楽しませたり、今全国に病室におる人って結構いてるんで、その人たちが笑っていただけるんであれば、僕は自分の作品をこう無料でこうプレゼントしたいなとは思ってます。1本だろうが2本だろうが別にあの機械で作れるもんなら作れますよと。
創業です。でそれをまあ後継いだ形ですね。一人で仕事されるのはどうですか？結構楽です。大変なのは間違いなく大変なんでしょうけど、逆に一人でできる範囲のものしかやんないって決めちゃえばそれはそれでいいのかなと。趣味とかって何かあるんですか？週1ジョギングして帰ってきてお酒飲んだりするっていうのが大変楽しくて、会社の特徴とかお伺いしてもいいですか？とにかく古い汎用機しかないもんですから、いわゆる特殊品とか言われてるものは作れないんですよ。で作る気もないですし、でそういう意味では量産と言われてるネジの機械なので、通常は何万本何十万本何百万本っていうロットが当たり前の中で、うちはそういうロットの縛りなくして、1本だろうが2本だろうが別に機械で作れるもんなら作りますよと。そこの部分が特色というか取り柄というか、なんか気になるようなことがあったら工場見学普通に受け入れておりますので、ぜひ見に来ていただければと思います。はい、一日ありがとうございました。こちらこそです。